こんにちは。この前の動画で女優を目指すという話をしました。あの後、ちゃんとオーディションに応募しました。一つは落ちました。それでまた次の応募をしました。その結果はまだわかりません。派手なことは何もしていません。森に住んでいて、年金も YouTube の稼ぎも少なくて、できることは限られています。それでもできる範囲で一歩ずつ進んでいます。今日はそんな私の暮らしぶりを一緒に感じてください。私の毎日はすごくシンプルです。朝起きたらまずご飯を食べます。それからお日様に当たります。そして染め物をします。その後は薪作りをしたり、洋服を作ったり、出来上がったものをクラフト市やネットショップで販売をしています。その合間に YouTube の動画を作っています。そしてその合間の合間に女優オーディションに向けて少しずつ動いています。文字にすると女優を目指すだけが目立つように見えるかもしれないけど、実際の私の一日は洋服を作って染め物をして生活費を稼ぐための時間と、見入りは少ないけど YouTube 動画作成時間がほとんどです。年金も YouTube の収入も少ないので、本業の染め物と洋服作りをせっせとやらないと暮らしが回りません。だから演技のワークショップに通うとか、しっかりした勉強をするということは、今の私には時間的にもお金の面でも難しい。本当はそういう勉強もした方がいいとは思います。でもないならないなりに今できることをやる。今できることは応募することです。だからまずは応募します。落ちたらまた次に応募します。それを続けます。それが森の中で暮らしている今の私のやり方です。私が女優を目指そうと思ったきっかけには、亡くなったおじの言葉があります。おじは若い頃、映画館で映写機を回していました。私が多分4、5歳くらいだったと思います。おじと一緒に映写室にいたこと、暗い中で光がスクリーンに向かって伸びていたこと、そういう断片だけが少し残っています。おじは私に女優さんになりんさいと言いました。小さい私はその言葉の意味をちゃんと分かっていませんでした。せっかく映画をたくさん見せてもらったのに、ぼーっと見ていたのかな。でも今になって私の中にその時間が残っていたんです。おじとのことは少しずつ文章に起こしていきます。映写室のこと、映画館のこと、あの時代のこと、ちょっと変わっていたかもしれない私の家族のこと、それはまた別の物語として大事に書いていきたいと思います。ただ一つだけ言うとしたら、
私は世間が思うように今更女優なんてとは全く思っていません。有名になりたいというよりも、自分の中に残っていた約束を今の私の体で生きてみたい。そんな気持ちに近いです。それを年齢を理由に消したくない。それだけです。71歳の私が71歳のままできることをする。それが今私のやろうとしていることです。ここから先はその私が毎日どんなことを大事にしながら暮らしているかを話していきます。女優を目指すと言ってもまず体です。体が動かなければ何も始まりません。71歳ですから若い人と同じように鍛える、作るというよりも現状維持、あわよくばちょっとプラスできたら儲けものというつもりでやっています。筋肉だって放っておけば落ちていきます。だから落ちないように毎日少しずつ頑張っています。例えばこれ以上背が縮んでいかないように背伸びをしてかかとを上げてかかとを落とす。ぶら下がる。下に引っ張ったり上に伸びたり。それからスクワット、腕立て伏せ、片足スクワットなどなど。これは私が自分の体と相談しながらやっている自己流なので、皆さんは無理しないでくださいね。派手なメニューじゃないですけれど、毎日少しずつ。継続は力です。お日様に当たることも大事です。晴れた日は外で染め物をしているので、自然と日に当たっています。背伸びをするときもなるだけお日様に当たりながらやります。食事もできるだけきちんと食べる。頭の体操みたいないわゆる脳トレはしていません。文章を書いたり、動画の編集をしたり、お料理を作ったり、毎日いろんなことを考えているので、頭は十分使っていると思います。ただ、手と指はもうあちこち痛いです。こんにちは。この前の動画多分マウスの使いすぎ。それから以前、染めの絞りをやりすぎたり、グーチョキパーを延々やったり、腕立て伏せをやりすぎたりして自分で痛めてきました。何でもやりすぎはダメですね。71年も生きていればそれなりにあちこちが痛くなる。だからこそいたわりながらやる。これも今の私の現実の一部です。年齢はただの記号だという人もいます。その気持ちはわかります。でも私は71年分体を使ってきた。だからいたわりたい。そして71年分の経験もちゃんと私の中にある。嫌なこともあった。楽しいこともあった。その全部が今の私の養分になっている。反省するところは謙虚に受け止めて、これからも生きていきたい。年齢は私にとってはただの数字ではなくて、生きてきた自分の重みです。それを大事にしたい。そういう気持ちで女優にも向かっていきます。
毎日の食事も私にとってはとても大事です。今はこうやって鰹節を削って自分で作った味噌を入れてお味噌汁を作って食べています。具もちゃんと入れます。鰹節を削っていると自分の中に流れている日本人としての時間みたいなものをふと感じることがあります。きっと私のご先祖様たちもこうして削ってお味噌汁を作っていたんじゃないかな。くるみを石の上で割ると、これも昔の誰かが同じようにやっていた気がする。そういう感覚がふっとよみがえってくる時間があります。でもずっとこんな暮らしをしていたわけじゃないんです。若い頃はただパンを1枚食べただけの日も、朝ごはんを食べずにそのまま出かけた日もありました。そういう時期を過ぎて今があります。今は家にいて時間があるからというのもあるかもしれない。でもそれだけじゃなくて、自分の体をいたわらなきゃいけないと思う気持ちがちゃんと出てきた。ついでに昔の人たちとも少しは時を共有したい。そういう気持ちでご飯を作っています。朝ごはんを食べる、お昼ごはんを食べる、夜ごはんを食べる。一人で食べているんだけど、なんだか私はご先祖様たちと一緒に作業しているような気がして、それがとても心地よい。これは71年生きてきたからやっと持てるようになった感覚かもしれない。派手なことじゃありません。ご飯を食べる、仕事をする、ちゃんと寝る、それを毎日続ける。そういう静かな積み重ねの上に、私の女優を目指すも乗っています。土台があるから、その上に一歩を置けるという感じでいきたい。私は相変わらず一つのことに絞れません。私の ADHD と関係あるかもしれない。染め物、お洋服作り、薪作り、販売、YouTube、そして女優のオーディション。書き出してみるとたくさんある。でも、忙しくてもいろんなことをやるのが好きなんだな。これも71歳になってからはっきり自覚するようになりました。一つに絞らないとダメだと思っていた時期もあったけれど、今は自分が回せる範囲でいろいろやっていいと思えるようになりました。そのためにも体を整える、ご飯を整える、暮らしを整える。ちゃんと整えていれば、その上にもう一つ女優という挑戦を乗せてもすぐには倒れない。そういう順番でやっています。そんな風にして私は今日も朝起きてご飯を食べて、お日様に当たって染め物をして、薪を作って、洋服を作って、クラフト市やネットショップで売って、生活費をなんとか作って、その合間に YouTube の動画を作って、お日様とお月様と森の者たちと一緒に一日を送っています。そしてその合間の合間に女優のオーディションに向けて少しずつ進んでいきます。
落ちたらまた応募します。時間がないならないなりに今できることをします。体はちゃんといたわります。食事もちゃんと作ります。71歳の自分のことを軽く扱わずにちゃんと連れて歩いていきます。私はそれが心地よいからやり続けます。だからもし今何かを始めたいと思っている人がいたら、小さくてもいいから今日できることを一つやってみたらいいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。